はい、かんチャンネルです。実はニューヨークで出産しました。はい、突然のあのサムネで驚かれた方もいらっしゃると思うんですけど、本当です。先日ニューヨークで出産しました。もしかしたらこれまでの動画であれ、カンさん妊娠中とね、気づいていた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そうなんです。先日ね、出産いたしました。こちらベビーです。ベビーです。ほい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 、イエーイ。はい、ということで今回の動画はアメリカの出産入院の体験談を話したいと思います。まさに今アメリカで妊娠中の方やこれから海外に住まれて妊娠出産に興味のある方の参考になれば嬉しいです。かんチャンネル。アメリカは基本的に無痛分娩なんですね。希望すれば自然分娩もできるみたいなんですけど、基本的にはどの病院も無痛分娩で対応してます。日本だと無痛分娩ができる病院って限られていると思うんですけど、アメリカでは基本的にどの病院でも24時間麻酔科医の方がいるので、無痛分娩がね普通なんですね。で、私は計画無痛分娩の予定でした。あらかじめ出産日を決めていて、その前日に入院するということでね、予定を組んでたんです。ただですね、出産はね思うようにはいかない。なんと私は予定していた出産日のもう2週間ちょっと前に生まれました。めちゃくちゃ早く生まれた。一応生産期と呼ばれる時期だったので、いつ生まれてもおかしくないよっていう時期だったんですけど、結構ね早い出産だったんです。まさかねその日に生まれるなんて思ってなかったんですよ。当日のことを話すと、朝方にトイレに行った時にお印が来てたんですね。ショーツにね少し赤い織物血みたいなものがついていて、いよいよだなと思っていたんですが、そして若干お腹が痛かったんですね。この痛みが本陣痛につながったわけなんですけど、私の場合の陣痛の痛みは大便が出そうで出ないみたいな、そういう感覚。便秘気味でお腹痛いなみたいな感じでした。結構陣痛の痛みって個人差がねあるらしいですよね。私はねそんな感じで、この便秘の痛みみたいなのが5分間隔ぐらいで来てたんですね。なので予定日からだいぶ早いし、そんなにめちゃくちゃ痛くもないけど、でも感覚で来てるから、もしかしたら陣痛かもしれない、多分違うけどという感じで、可能性は低いなと思いつつも、一応病院に行ってみようということで行ってみました。それが午前10時ぐらいだったんですけど、でも病院に行ったら子宮口がもう2センチ開いてますと言われて、そうなんだと思って、で先生たちがもしこのまま子宮口が開き続けたら今日出産しちゃおうゴーゴーみたいなノリで感じだったんですね。私は今日産むかもしれないと思い、とりあえず1時間ね待機してたんです。そしたらもうみるみるうちにですね、痛みが増してきて、で間隔も3分そして1分みたいな感じでだんだん狭まってきたんですよ。そして1時間後先生に見てもらったら、子宮口がもう4センチ開いてますということで、今日産みましょうってなりました。でそこからですね、もう分娩室に移動しまして、そこから無痛分娩の麻酔を入れる麻酔科医の方が来まして、麻酔をね入れました。で子宮口4センチ開いた時点で無痛分娩の麻酔を入れました。麻酔が腰の後ろから針を刺して入れるんですけど、それがめっちゃ痛いですね。痛かった。結構ねおーっていう痛みがありました。一瞬なんですけどね。一応これ全部やり取りは電話で日本語通訳を入れて会話をしていたので、なんて言ってんのわかんないみたいなことは映画がね苦手な私でもなかったです。そこはね本当に安心しました。そしてその麻酔が入ってからはもう今までの痛みがもう嘘だったかのように何にもなくなりました。すごい無痛分娩の麻酔すごい。その時点で午後2時ぐらいをね回っていて、子宮口がもう全開になるまではこのまま
様子を見ましょうということで一旦、ちょっと放置じゃないですけど一旦待機という感じになりまして、たまたまね入った分娩室が結構いい景色がね見えて、なんか景色いいなあ、そういえば子供の名前まだちょっと決めきれてなかったので、やばいちょっと早く考えなきゃみたいな感じで、意外とねまったりした時間をね過ごしてました。そして2時間後の午後4時ぐらいになったところで、先生が人工的に破水をさせて出産を進めましょうということになりました。もうなんかねこう針みたいなやつでこう入れて破水させたんですね。そこからまた子宮口がねこう全開になるまで様子を見て、だいたい午後5時半ぐらいになったら本格的によしもう産みます行きましょうということになりました。陣痛がこう来たタイミングで打って、息むんですけど、麻酔をしてるので感覚がなくて陣痛がこう分かんないんですね。ただ機械で陣痛のこう来てるこう波が見えて、先生がその機械を見ながら今だって教えてくれるので、その指示に従って私はね、結構ね出産前 YouTube とかでねいろいろ見て生きむイメトレをしてたので、もう本番それを出し切ろうということでこう大きい大便出すぞみたいな感じで行きました。あとアメリカの場合はこうパートナーも立ち会うだけじゃなくて、もうね出産に参加型なんですよ。日本の場合は立ち会いでもこっち側にね自分の頭側に、パートナーの方がいて、やるとしてもこう腰をさせてあげるとか、そういうサポートだと思うんですけど、アメリカの場合はもうこっち側もう生まれる側にパートナーの人がいて、私のね夫も先生と一緒に私の足をこうやって担いでました。はい、それは結構なんかアメリカスタイルなのかな。本当にパートナーの人ももうね出産お助け隊の一人としてもうカウントされてましたね。アメリカの場合はパートナーはもう立ち会うだけではなく、もう助手的な役割も担わされると思います。私の場合は10回も多分生きんでないと思います。数回生きんでもう30分ぐらいでこうパーンとね出てきました。いやーもうあの瞬間はねもう本当にいたんだ赤ちゃん出てきたと思って結構感動してね、ちょっとなんか涙がポロッとね出ましたね。朝方の、ちょっとした腹痛から始まって午後6時に生まれたので、ウイさんにしてはね多分早い方ですよね。12時間、かかったかかかってないぐらいで生まれました。本当ね結構安産だったかと思います。その後はお股をね塗ってもらったり、赤ちゃんを実際にこの胸に抱いてカンガルー抱っこっていうんですか、それをやって、そして入院する部屋に移動しました。ちなみにアメリカってね入院期間がもう2日間なんですよ。2日。日本って多分だいたい4から6日ぐらいあるのが一般的だと思うんですけど、アメリカはもう48時間2日です。生まれた日がもう0日とカウントされるので、私はその午後6時ぐらいに生まれて、だからもう翌日がもう1日目で、そのもう翌々日がもう2日目ってことで、実質本当なんか1日半ぐらいで退院でした。過酷で、この短い入院期間の間に母体、私のね体の検査とか、あとはもう子供の検査とかで、大体ね1時間おきぐらいにもういろんな先生がこう入れ替わり立ち替わり入ったりするんですね。なので本当にね全くこう産後気が休まらないし、もう休めないっていう感じで、そしてもう生まれてすぐもう母子同室だったので、すぐにもう授乳をしたりとかおむつを替えたり、赤ちゃんのねもう面倒ももうすぐスタートっていうことで、結構っていうかもう本当過酷すぎました。はい、さすがに生まれた日の深夜だけはもう体ボロボロ状態だったので、看護師さんに行って授乳の時間以外はちょっとナースステーションで一晩だけ預けてもらいました。なのでちゃんとね看護師さんに言えば授乳の時間とか以外はナースステーションで預けてはくれました。もうアメリカのちょっと入院期間の話になるともう過酷すぎてどんどん口がね漏れていくんですけど、入院食がねもう本当に
当に美味しくないんですね。こんな感じです。機内食っていうんですか、もうそういう感じ。日本ってすごい入院食なんかめちゃくちゃ豪華とか、なんかみんなすごい美味しいみたいな、それでね、それでもうすごい回復していくって言うと思うんですけど、全然そんなことありません。私はね、ちょいちょい夫がね、こう外でなんかテイクアウトしてきたものをちょっとつまんで食べたりしてました。ちなみに入院期間で必要だったものといえば、本当にね、退院した時の自分の服と、あとは赤ちゃんの着せる服と、あとは携帯の充電器とか、本当にそれぐらいで、他はね、もう全て病院側がもう用意してくれていたので、下着とかね、なんかそういうものももう服とかもいらないし、シャンプーリンスとかもあるし、なんかそういう意味ではね、本当にもう身一つで行けたので、良かったです。結構日本だと入院バッグをね、みんないろんなものをこう用意して持っていくっていうのがあると思うんですけど、全然ね、いりませんでした。そんなこんなで1日半ぐらいでね、ドタバタと退院したわけなんですけど、もうね、退院した直後は絶望です。本当にお股めっちゃ痛いし、なんならお腹も痛いし、これで私外に出されるの？そして初めての育児ももう不安心配みたいな感じで、いやスパルタだなって思いました。アメリカの、出産。でも家に帰って、1週間ぐらいはもう本当にね、もうボロボロで死んでいたんですけど、なんとかね、回復はなんとか回復しました。アメリカ出産を経て一番思ったのは、やっぱりね、もう入院期間短すぎ、2日じゃ無理。退院した次の日から赤ちゃんを小児科に連れて行かないといけないんですよ。ボロボロの体で赤ちゃんを抱え、もうね、産後3日目でやることではない。本当にね、結構辛かったですね。だからやっぱり普通に考えて、日本のようにね、入院期間はもう4日から6日とかは必要だと思います。赤ちゃん自身もね、すごい負担が大きいんじゃないかなって感じました。なので産後は本当にもう特にパートナーの方の協力がめちゃくちゃ必要だと思いました。日本以上に。あとパートナーの方ももう立ち会うだけじゃなくて、本当に出産参加型なので、自分がもう産むぞぐらいの意気込みでね、挑むことをね、おすすめしたいです。ということで、アメリカの出産、そして入院の体験談をお話ししましたが、いかがだったでしょうか。私自身初めての出産が異国の地アメリカということで、もうとってもね、不安でいっぱいだったんですけど、もう無事にね、生まれてきてくれたね、我が子の顔を見ると、もう本当にね、無事に生まれてきてくれてもうありがとうっていうね、今はもう感謝の気持ちでいっぱいです。そしてアメリカ出産、あと入院のことで不明点などあればですね、ぜひお答えしたいと思うので、コメントで教えてください。また別動画でも妊娠中のつわりだったりとか、臨月の時とか体重管理のこととかね、お話ししたいなとは思います。ということで、今日も動画を見てくれてありがとうございます。この動画が少しでも面白いなと思った方は登録&いいねをお願いします。コメントもお待ちしてます。では今日はこの辺でバイバーイ。育児頑張ります。